スノーの作者を食らったキャロルは、アリスが瞬きするたびに、おぞましいナイトメアへと姿を変えてゆく。どうしてこうなっちゃうのかな。泣き出す寸前のように歪んだ唇から後悔の言葉がこぼれ落ちる。ほんの少し前まではわずかだが希望が残されていた。しかし今、その道すらも閉ざされた。完全にナイトメア化したものが元に戻ることはない。それはアリスが繰り返してきた物語の中で理解したこの世界の断りだった。こんなことのために戦ってきたの。もし過去に戻れるのなら自分を止めたい。希望がある状態であがき続けている方がずっと幸せだった。こうなることが分かっていて、人形たちは私を観測していたのだろうか。作者復活の果てに絶望だけが残る物語。それが人形たちの用意した結末だったのだろうか。怒りを超えた感情は無であることをアリスは知り、そして瞳を閉じて最後の願いを告げる。あなたの手で私を消して。言葉が通じなくても大丈夫。ただ立ち尽くしているだけで願いは叶う。終わらせることは簡単だ。彼が最後に手放すものは何なのだろう。その人をその人たらしめる限界はどこにあるのだろう。失われていく
姿が、理性が、行動が、記憶が、教養、道徳、知性、声、仕草、大好きなところすべて失われていく。彼が傷つけるのは私の獅子ばかり。ねえ、そんなところじゃなくて、私の心臓を貫いて。これは痛いよ。私、欲張りすぎちゃったのかな。あなたに会う前までは、会えるだけで十分だと思ってた。でも、今は、力ずくで決める。この勝利は彼のため。お別れの言葉を考える。最後に私が残す表情を考える。たとえ理性はなくても、きっと彼のどこかに残るから。力ずくで決める。
倒した相手に同情などしない。彼が私の肉を削るとき、ほんの少しだけ悲しんでるような気がする。そうであってほしいから、そう見えているだけかな。圧殺する。倒した相手に同情などしない。姿形も心までも変わり果てたあの人の慣れ果て。屍よりずっと彼とは異なる存在。でも今はそんな彼すら愛おしい。行くよ。倒した相手に同情などしない。目の前にいるのに彼を救うことはできない。彼の尊厳がなぶり殺される姿を眺めることしかできない現状と、どっちがマシなんだろう。力ずくで決める。倒した相手に同情などしない。ここだよ。
アリスは自分の心臓のある場所へキャロルの鋭利に尖った手をあてがう。力はほんのわずかで十分。それなのになぜ死んでいないのだろう。いぶかしんだアリスは再び目を開ける。アリス。瞳に飛び込んできたのは理性を取り戻したキャロルだった。この状態でいられるのもわずかな間だけ。なのに絶望の中に差し込んだ奇跡はどうしてこんなに温かいのだろうか。物語の登場人物は年を取るのだろうか。もしかして君はあの子の未来の姿なのかもしれないな。わからない。でもそうだったらいいな。だがもはや関係のないことだ。私は姿形ではなく君の心を愛している。だからアリス、君の手で。同じだね。私もあなたにと思っていた。絶望が私たちを飲み込むより早く、二人一緒に命を終わらせてしまおう。間違っていると非難されるかもしれない。でもそれが笑顔でいられる最後の道。どちらともなく刃を相手の胸へとあてがう。二人にはカウントダウンなんて必要ない。ほら、最後の言葉まで同じだ。なのにどうして私を置いていってしまうの。いつの間にかキャロルの刃はアリスの好きだった花へと変わっていた。胸を突かれたのはキャロルただ一人。あなたは最後まで私を閉じ込めたまま。絶望は深く、心だけではなくアリスの容姿にも変化をもたらした。花を抱き慟哭する少女の髪は白く染まり、その姿はまるで一人だけ時間が急速に経過したようだ。変化する彼女を突如落雷が襲う。月や大地、海や空、世界を構築するあらゆるものが歪んで裂け、そこから測定不可能なエネルギーが噴き出し、ライブラリ空間すべてを飲み込んだ。